こんにちは、ジパング55のタカです。今私は天王寺駅にあるあべのハルカスに来ております。これからあべのハルカスにある大阪マリオット都ホテルに宿泊したいと思います。あべのハルカスからの絶景や充実したラウンジが楽しめるそうです。そんなホテルをたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきたいと思います。あべのハルカスは大阪駅から電車で20分ほどの距離にあります。伊丹空港からは直通のリムジンバスで40分、電車で1時間ほどの距離です。あべのハルカスは天王寺駅から直結しており、多くの商業施設が入っています。地上300メートル、地上60階建てのビルで、2014年に開業し、多目的複合施設として営業しています。ホテルロビーまでは直通のエレベーターがあります。天気が悪くても、外に出ずにホテルへ迎えるのは便利でいいですね。ホテルロビーには、レストランやフロントがあります。今日は天気が悪く、遠くまで見渡せませんが、開放感があり、とても綺麗ですね。ロビーにあるカフェではランチやアフタヌーンティーなどを楽しむことができます。季節によって内容は異なりますが、私が訪れたタイミングでは、宇治抹茶のアフタヌーンティーを開催していました。ケーキなどを販売しているショップもありました。朝食会場としても使われるレストランもありました。ディナーの際はビュッフェも行っているようです。バーでは夜になると演奏会も行っているようです。ドリンク代とは別にチャージがかかるらしいのですが、宿泊者は無料のようです。演奏者は日によって違うようですね。こちらがロビーです。白を基調に大きな窓があるので、とても開放感がありますね。向かいには先ほどのカフェがあります。天井が高いので、どちらも開放感がありますね。それではチェックインを終えたので部屋に向かいたいと思います。私はマリオットのプラチナ会員なので、デラックスルームに部屋をアップグレードしていただきました。エレベーターはカードキーをかざし、自身が滞在する部屋にのみ移動できるようになっていました。エレベーターホールからも景色が見れます。部屋までの通路は落ち着きがある色合いになっています。それではお部屋に入りたいと思います。今回はツインベッドのお部屋です。ベッドも広々しており、セミダブルベッドぐらいの大きさはありそうですね。ベッド脇には時計兼スピーカーやフロント直通の電話があります。ベッド脇のスイッチで部屋の電気も操作できますね。テレビも大きく、空間も広々しているので、すっきりして見えます。リモコンも革製の専用ケースに入っていました。かなりかっこいいですね。テレビ台下の引き出しには、パジャマが入っていました。これがとても着心地が良く、個人的には買って帰りたいくらいでしたね。机の上にはお水とコーヒーメーカーがあります。戸棚の中には、グラス、マグカップ、湯飲みなどがありました。日本茶や紅茶もありました。開閉式でコンセント、USB やタイプ C の充電口もありました。スタイリッシュでかっこいいですね。下には冷蔵庫があり、ドリンクがいろいろありました。これらは有料です。作業デスクも大きな円卓なので、ここで食事もできそうですね。デスクの上にはカステラも置いてありました。窓からの景色も見てみましょう。すごい絶景ですね。今回私の部屋はホテルの中では低層階なんですが、十分な眺めです。ここまで高いと40階台と50階台であまり変わらない気がしますね。外を見れる簡易的なソファーもありました。空気清浄機もあるので空気を清潔に保てますね。
クローゼットの中にはバスローブ、スリッパがありました。スリッパもふかふかなやつです。消臭スプレーもあるのが嬉しいですね。ハンガーも本数が多くて助かります。続いて洗面台を見ていきます。洗面台は広々しており、物は気軽に置けそうです。下にはバスタオルや体重計がありますね。化粧水や乳液のセットも置いてあります。ボディーローションなんかも置いてありますね。アメニティは箱に一式収められていました。高級感があって素敵ですね。歯ブラシや櫛、シェービングジェルなど一式揃っていますね。ドライヤーはサロニアが置いてありました。トイレも新しく綺麗です。お風呂場は洗い場と浴槽が分かれているタイプですね。シャワーは手持ち用のみでしたが、好きな位置で固定できるようになっていました。バスタブからも外の景色を見れるようになっていますね。浴槽も広く、のびのびできそうです。入浴剤も2種類用意されていました。浴槽は時間指定で、お湯をためられるようになっています。それでは今回こちらのお部屋に1泊します。お値段はマリオットボンボイのポイントで49,000ポイントでした。安いタイミングだと37,000ポイントもあったので、かなりお得に泊まれそうですね。通常料金は1部屋4万円から6万円程度です。19階にあるレストランの営業時間が記載された紙もいただきました。ビュッフェの営業時間やバーでの演奏時間も記載されているので、分かりやすくて助かりますね。曜日によっては無料で日本舞踊や座禅体験に参加できるようです。参加できる人数が少ないので早めに申し込んだ方がいいですね。アプリがあるとエクスプレスチェックアウトでキーボックスにカードキーを返却するだけで良いようです。大阪マリオットの宿泊者はアベノハルカス展望台のチケットが無料でもらえます。滞在中に一度60階の展望台を訪れることができます。こういったサービスは嬉しいですね。ラウンジは利用時間によって提供サービスが異なります。アフタヌーンティーは14時30分から17時30分、カクテルタイムが17時30分から19時30分、バータイムが19時30分から21時30分です。12歳以下の子供はカクテルタイムから利用できないので注意が必要ですね。ラウンジと部屋のカードキー2種類が渡されました。1枚にまとめられたら楽なんですけどね。今日は天気が悪いですが、部屋からの夜景も素晴らしそうです。それでは早速ラウンジに向かいたいと思います。ラウンジは38階にあり、専用カードキーをかざして中に入ります。中は結構広々しており、緑も多くて落ち着きのある雰囲気でした。アフタヌーンティーの時間でもビールなどもありました。この時間帯はケーキなどのお菓子が置いてあります。チョコのマカロン、パイ、ポテトチップスなどがあります。他にもケーキやスコーンがありますね。スコーンはジャムやクロテッドクリームをつけて食べることができます。コンペイトー、せんべい、ピーナッツなどつまめるお菓子もありました。冷蔵のケーキやフルーツもありました。シフォンケーキやマンゴープリン、パイナップル、グレープフルーツ、メロンなどがありますね。ホットミールでホットドッグもありました。ラウンジでは珍しいですね。ドリンクはお酒の他にも缶ジュースやジンジャーエール、ウィルキンソンがあります。ミルクやコーヒー、日本茶なんかもありますね。カフェインレスコーヒーやカフェラテなどホットドリンクもありました。ホットドッグも注文したのですが、結構大きめで美味しかったです。こういう場で出てくるのはあまり美味しくないイメージですが、ここは美味しかったですね。独特なミックスジュースもありました。大阪らしくて面白いですね。アフタヌーンティーは充実していないホテルもありますが、大阪マリオットはかなり充実しています。プラチナ会員の特典で利用するとかなりコスパがいいですね。ここでゆっくり話をしながら食事をするのもいいと思います。
それではホテル内の施設やアベノハルカスの一部を紹介したいと思います。ラウンジと同じフロアにフィットネスジムがあります。利用前に同意書を記載し入室します。ジム内にはお水やタオルも置いてありました。ランニングマシーンは外の景色を見れる位置に設置してありました。他にも一般的な器具は置いてありましたね。近くには会議室もあり、予約すれば仕事などにも活用できるそうです。19階からエレベーターで少し下がると展望台への入り口があります。展望台はここからエレベーターで最上階まで上がります。同じフロアには美術館や中庭の休憩エリアがありました。地元の学生などが多く利用していましたね。12から13階にはレストランフロアがあります。同じビル内に多様なレストランがあるのはとても便利ですね。それではカクテルタイムのラウンジを訪れたいと思います。カクテルタイムの食事も充実していました。炭水化物はパンや蒸しパンなどがありますね。コーンスープもありました。揚げ物はイカリング、春巻きなどがあります。チーズとパンもありますね。和食の小鉢などもあります。どれも美味しそうですね。グラタンや温野菜、生春巻き、サラダなどがありますね。タパスのようなおつまみもあります。サーモンや生ハムもありました。お菓子はアフタヌーンティーからあるものでした。デザートの内容もアフタヌーンティーとほとんど一緒でした。ラズベリーケーキのようなものだけ増えている気がします。お酒はビールに加え、ウイスキー、カクテル、日本酒などがあり、自由に飲めるようになっていました。お酒の種類も多く、自分で自由に飲めるようになっているので、良かったです。カクテルタイムの食事もかなり充実していました。最近はカクテルタイムの食事もおつまみ程度しかないところも多いですが、ここは夕飯代わりになりますね。味はどれも美味しかったです。お酒の種類も多いので、ゆっくり時間を過ごすことができます。プラチナ会員ステータスで利用できるラウンジの中でも充実度が高いと思います。ラウンジからは外の景色が見れないので、その点は残念ですね。しばらくゆっくりしてからアベノハルカスの展望台に向かいたいと思います。ロビーの窓から綺麗な夕焼けを見ることができました。今日は雲が多いですが、綺麗な夕焼けを見れました。近くには通天閣も見れるので、素敵な景色を見ることができますね。それでは展望台に向かいたいと思います。受付で引換券を渡すと入場チケットをもらえます。普段は大人1名に1000円ほどするので、得した気分になりますね。エレベーターで60階に向かいます。エレベーターは天井が透けており、ライトアップされていました。まるで星の中を駆け抜けているようで、綺麗ですね。展望台は360度、周囲を見て回れるようになっていました。こちらが夜景です。かなり綺麗ですね。思っていた以上に綺麗な夜景でびっくりしました。通天閣が小さく見えますね。一つ下のフロアにはレストランもありました。アベノハルカスの高さ比較表もありました。展望台の位置は東京タワーよりも高いようですね。名称が記載されている液晶パネルもあり、どこに何があるか分かりやすかったです。ゴジラとコラボしており、グッズなどが販売していました。シリーズによってゴジラの大きさも異なるんですね。一番大きいゴジラはアベノハルカスと同じくらいのようです。展望台内は外国の観光客でかなり混雑していました。ここだけ日本じゃないぐらい、ほとんど外国人でした。
夜景の時間帯は混雑していますが、素敵な景色が見れるので、訪れてみてください。それでは部屋に戻りたいと思います。部屋に戻るとターンダウンサービスで、ベッドが整えられていました。匂いがつけられるスプレーや、明日の天気まで記載された紙が置かれていました。心遣いが行き届いたサービスですね。部屋からの夜景も十分綺麗でした。こんな景色を見ながらゆっくりできるのは素晴らしいですね。それでは今日はゆっくり休みたいと思います。おはようございます。ゆっくり休むことができました。それではラウンジに朝食を食べに行きたいと思います。昨日お酒が置いてあった場所にサラダが置いてありました。ドレッシングも3種類ほどありますね。パンの種類も菓子パンが多くあります。食パンもあり、焼くこともできます。グルテンフリーのパンや丸パンなどもありますね。コーンスープもあります。肉料理と豆のサラダもありました。お味噌汁、おかゆ、白米や和食料理がありますね。和食の小鉢料理もどれも美味しそうです。卵焼きやご飯のお供のおかずも充実していました。ソーセージ、スクランブルエッグ、ベーコン、ゆで卵などがありました。大阪らしくたこ焼きもありますね。ハム、チーズ、パンケーキ用のクリームやジャムなどもあります。パンケーキはマリオットのロゴが入っていました。ホットコーヒーもありました。冷蔵エリアにはヨーグルト、サーモン、フルーツがあります。ドリンクもフレッシュなグレープフルーツジュース、オレンジジュース、低脂肪ミルクや豆乳がありました。他にもコーンフレーク類がありました。卵料理はトリュフ風味のトルティーシャを注文しました。卵系の料理は机の上にある注文用紙に記載し注文します。朝食も充実していましたね。ラウンジの朝食は種類が少ないことが多いですが、ここはいろんな種類の料理が置いてありますね。和食、洋食があり、どれも美味しかったです。ここで飲んだグレープフルーツジュースが濃厚でとても美味しかったですね。通常は19階のレストランで朝食のようですが、ここは人も少なく、落ち着いた雰囲気で過ごせました。営業時間も長いので、朝の時間もゆっくり過ごせると思います。それでは今回の大阪マリオット都ホテル、いかがだったでしょうか。高層階の絶景でラウンジが充実したホテルでしたね。観光地にもアクセスしやすいので宿泊に最適なホテルだと思います。皆さんも大阪を訪れる際はぜひ宿泊を検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。